こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、ブロッコリーの調理したいと思います。で、その前にね、ブロッコリーの中に含まれるブロッコリーのスルフォラファンについてお話しして、そしてその調理法についてお話しして、で調理したいと思います。すぐ終わるんだけどね。今日調べたのはね、説明欄に参照動画の URL 書いてあるので参照してください。で、最強の野菜ブロッコリーなんですけど、何が最強かっていうとね、ブロッコリーには、抗酸化作用と抗がん作用と抗免疫作用があるんですって。それはね、ブロッコリーの中に含まれるスルフォラファンという成分が含まれているからで、この働きがすごいんですって。その働きの一つにね、肝臓の解毒機能を改善するっていうのがあるそうです。で、解毒酵素を活性化して体に入った毒を排除してくれるんですって。そしてまたね、抗酸化作用もあるそうです。で、抗酸化作用の働きはね、抗酸化酵素に働きかけて活性化してくれるそうです。で、抗酸化作用の働きをする時間がね、普通抗酸化作用をするときは数時間から長くても1日くらいだそうなんですけど、ブロッコリーの場合はね、スルフォラファンの場合は3日間も効果あるそうですよ。だから1週間に2回食べればいいくらいの計算になるかと思うんですけどね、すごい抗酸化作用なんですって。そしてまたスルフォラファンにはピロリ菌の殺菌効果があるんですって。で、またベータカロテンやらビタミン A やら E も含まれるからメラニンの抑制したり美肌効果もあるんですっていうスルフォラファンの効果でした。で、調理する時ですけど、ブロッコリーはね、小さく切って細胞を壊して、4、5分放置するとよりスルフォラファンが増すそうです。出るんですって。で、スルフォラファンは加熱により減少してしまうそうです。だから本当は生のまま食べたらいいんですけど、それちょっと美味しくないので、できればスルフォラファンだけを考えるんなら、蒸したり。でもね、ブロッコリーにも他の栄養素もあるから、で、蒸したり、電子レンジでチンするんじゃなくて、蒸気で蒸すのがいいそうですよ。それからまたね、加熱してスルフォラファンが減ったとしても、マスタードあるでしょ、からしの。あの成分をスルフォラファンに、混ぜると、その成分が増加するんです。で、抗酸化とか抗がん作用の成分が、スルフォラファンの成分がマスタードで増加するそうです。それ研究により分かってるんだそうです。だから調理法としてはね、蒸したブロッコリーをからしであえて食べるとかで、またはね、生のまんまにするときはミキサーにかけてね、スムージーにするのがいいみたいです。だから今回はバナナとブロッコリーと豆乳を混ぜて、ブロッコリーを生のままね、スムージーにしたいと思います。で、今度はね、次回はね、ブロッコリーと、ツナなんか、ブロッコリーを蒸してツナとからしあえにしてもいいなと思ってます。で、今回はブロッコリーの効果を考え、スルフォラファンの効果を考えて、生のままで小さく切ってバナナと豆乳でミキサーにかけてね、スムージーにしたいと思います。はい、というわけで今日はスムージーよろしくお願いします。よいしょ。長々とお話ししてすいません。説明欄にね、書いてあるのでね。で、ブロッコリー水につけといたんですけど、これをね、スムージーだったらね、小さくなるからいいかなと思うんですけど、これぐらいでしょうか。ブロッコリーね、ミキサーにかけたら
どっちみち小さくなるから、だからすごい効果だなって私感心しました。それでミキサーにかけていきたいと思います。バナナ甘くないのできっとバナナも入れたらいいかと思います。ね、で豆乳あるので牛乳よりも豆乳がいいと思います。抗酸化作用が3日間も持つなんてすごいですよね。よいしょ。はい。ちょっとうるさいですけど。はい、豆乳入れて作りました。飲んでみましょう。飲んでみましょう。はい、これブロッコリーとバナナと豆乳のジュース、スムージーしました。これをね、ちょっと飲んでみましょうか。生のままの、ほらこんなつぶつぶ。砂糖とか入ってませんよ。バナナの甘さだけ。バナナの甘さだから美味しいです。生だけどそんな野菜臭くないっていうか。飲めますわ。大丈夫。甘いっていうか飲みやすい。豆乳も入ってるしね。っていうわけで今日はブロッコリーの効果のある取り方、スルフォラファンを有効活用できる取り方をお話しして作ってみました。はい、どうぞしてみてください。体に良さそう。はい、今日も見ていただいてありがとうございました。